今日は C カンパニーのルポペンケースで筆箱紹介をしていこうと思います。最近はずっと家に引きこもっているので、実用性重視っていうよりかは書くことを楽しむっていうのを重視した中身になっていて、いつもとはちょっと違った筆箱紹介になると思います。でも今から紹介する中身は結構気に入っていて、どのペンも動画の構成とかを考えたりするときにお世話になっているので、いろいろとペンについても語っていきたいなと思います。今回はハッシュタグルポキャンペーンの企画ということもあって筆箱を紹介する形になったんですけれども、最近は C カンパニーのルポペンケースを使っています。ちょっと前までは実用性重視のルンルンの560レイニーペンケースを使っていたんですけれども、コロナの影響で実家にも帰らないですし引きこもりをしているので、ルポペンケースを使ってお気に入りのペンを入れています。今はこちらのルポペンケースが廃盤になってしまって、ルポセカンドというちょっと外見が変わったペンケースが販売されているんですけれども、ルポペンケースを作ってくれる職人さんが最近見つかったということで、もしかしたら復刻するかもしれないというペンケースですね。本当にいいペンケースでたくさんの人に使っていただきたいなと思っているので、ぜひ復刻をしてほしいところです。ということで筆箱と中身の紹介をしていこうと思います。このように留めている革のベルトを引っこ抜くと、折りたたまれたペンケースを広げることができます。ここの広げたところには一本差しの独立したスペースがあるので、ペンを布団みたいに包んで保護することができます。ファスナーが2箇所についていまして、こっち側のファスナーは野原工芸のペンを2本入れています。で、反対側のファスナーには柿森のローラーボールペンを1本だけ入れています。芯ケースとか定規は一切入れておりません。ペンと消しゴムだけの構成となっています。では入れているペンについて詳しく見ていきましょう。こちらは柿森のローラーボールペンの 0.5mm でございます。スケルトンの軸が非常に美しいボールペンとなっています。独特な書き味で書いていてもすごく楽しいということからこの筆箱に入れてますね。こちらすごいのが万年筆のインクが使えるローラーボールペンとなっていまして、中にあるコンバーターというインクを貯める装置のデザインまでこだわっていますね。自分が入れているのはカヌレっていう暗めな色なんですけれども、もっと明るい色を入れると鮮やかで美しくなるんじゃないかなと思います。持ち手のグリップはラバーグリップで指を添えるためのくぼみが設けられています。なので持ってみた感じもかなり手にフィットして手との一体感が感じられるペンですね。いつも自分がシャープペンを書いている時みたいに立てて書かずに万年筆みたいにちょっと寝かせて書くのがいいらしいです。インクは柿森のカヌレという色のインクを使っています。緑と茶色を合わせたようなボトルの色になっているんですけれども、実際に書いてみるとほうじ茶みたいな色となっています。あんまり緑の要素はないかなといった感じですね。書き味は水性ボールペンらしくない万年筆に近い書き心地ですごく新鮮な感覚です。下に紙を敷いて書くと滑らかなんですけれども、下に何も敷かないと引っかかりを結構感じてしまうので、そこは注意してください。インクのフローもかなり良くて、ほとんど筆圧をかけなくてもスラスラと書けるんですけれども、筆圧をちょっとかけたりすることで線の太さを変えられるので、書いていてもとても楽しいですね。毎日使ってあげるというお手入れは必要ですが、これは結構おすすめです。値段は税込み2200円となっています。もう少しペンを入れることができるんですけれども、入れすぎると筆箱が膨らんでしまって不格好になりますし、そんなに入れる必要は今はないのでこんな感じにしています。消しゴムは50周年記念のシードのレーダーですね。他にもいろんな色を買ってあるんですけれども、とりあえず1色目のレーダーはもうなくなりかけています。スリーブのデザインがすごく上品で気に入っていて、なおかつ柔らかい感じの消し心地なので、結構自分好みで、レーダーは長い間お世話になっています。で、シャープペンは野原工芸の欅ですね。何回このチャンネルに登場したのかわからないぐらい紹介しているんですけれども、自分の中で一番お気に入りのシャープペンとなっています。一切無駄のない流線形のフォルムが非常に美しくてかっこいいですよね。約 30g のシャープペンで結構ずっしりとしているので、持つだけでも高級感を感じられます。欅という木はかなり経年変化がしやすくて衝撃にも強いです。
4年半使っていくと落としたりしてしまってヒヤッとすることが多々あったんですけれども、本当に何事もなかったかのように耐えてくれてますし、かなり優秀な木材だと思っています。自分の欅は最初はパイロットのレグの線の木目よりちょっと濃いかなっていう色だったんですけれども、今は見違えるほど色が変わっています。よくこちらのペンに使っている芯について質問をいただきますが、自分はペンテルのハイポリマーアインを使っています。今は廃盤の芯なのでなかなか売っていないかなと思いますね。普通にアインシュタインでもいいんじゃないかなと思います。野原工芸のペンはとにかく書き味がいいんですよね。自分が持っているシャープペンの中で一番書き味がいいなと思っていて、なおかつ使っていくことで木の経年変化が進んでくれるのでずっと持っていたくなるほどです。それによって書きたくなるっていう気持ちが強くなって永遠に勉強し続けることができる気がします。野原工芸のシャープペンの販売が再開されたらしいので、欲しいなと思っている方はぜひオンラインストアを見てください。自分は欅とマーブルウッドの2種類を持っているんですが、他の木の種類もちょっと試してみたいなと思っているんですけれども、一番安い欅でも値段が4400円もするのでなかなか手が出せずにいます。学生の方とかはかなり高いと思うんですけれども、タンプレとかに買ってもらうのもいいんじゃないかなと思います。それだけおすすめできるペンですね。続いては野原工芸のマーブルウッドのボールペンスタンダードタイプですね。コブという複雑なマーブル模様は非常に神秘的ですよね。マーブルウッドは野原工芸さんのコブ模様の木で唯一のレギュラー品となっています。マーブルウッドは特に一本一本の模様が全然違ってくるので、ボールペンとシャープペンの両方をマーブルウッドにしても楽しめそうですよね。マーブルウッドっていう名前は俗称で、実際はオーゴンクスという木でしてミャンマーなどが原産地となっています。結構希少性が高い木なので、これから先入手が困難になるかもしれない、そんな木ですね。こちらはノック式のボールペンとなっています。ちょっとペン先のネジが緩みやすいっていうのは使ってきて思いました。野原工芸のペンを買っておくとある程度のペンの物欲っていうのは収まるかなと思っていまして、それほどずっと使っていきたいと思わせてくれるペンですね。インクはパイロットのアクロインキの 0.7mm の金属リフィルが搭載されています。自分の中で一番好きな油性インクでして、とにかく滑らかでかすれも少ないということから気に入って使っています。金属リフィルって大容量なのでたくさんのインクを入れることができるので、外出先でも安心して使えるかなと思います。野原工芸のペンってかなり重たい部類に入ると思うんですけれども、重心バランスが本当に最適なので慣れれば重さで気になるってことはありませんね。値段は税込み8800円となっています。欅の2倍ですね。正直木の種類は欅でもマーブルウッドでも何でもいいと思います。値段の違いは希少性があるかどうかによるものなので、木としての強度とか性質は値段が高いからってあんまり関係ないと思うんですよね。個人的には欅の方が木材として優れていると思っています。なので結局は自分の気に入った木目にすればいいんじゃないかなと思います。ただマーブルウッドは本当に美しいので8800円の価値があるとこの目で実感しています。続いてはこの開いたところの一本差しのところについて見ていこうと思うんですけれども、本当はこの真ん中のところは何も挟むようなところではございません。ですがすごく細いペンなら入るということで、トンボの Zoom707 の30周年記念モデルを飾りみたいな感じで入れております。ペン自体はとてもスタイリッシュでかっこいいんですよね。こちらはシャープペンなんですけれども、ノック部分はスマッシュみたいになっています。こんなに細くてもシャープペンとして成り立ってしまうのが面白いんですけれども、残念なことにこちらのペンは使っていないです。ルポペンケースの真ん中のスペースに入れるというためだけのシャープペンといった感じです。値段は3300円となっています。自分が買ったのが3年ぐらい前なので、もうあんまり売られていないんじゃないかなと思いますね。ちょっと田舎の大きめな文房具屋さんに行ったら売ってるかもしれないですね。続いては万年筆ですね。プラチナのセンチュリーです。最近また万年筆がいいなと思ってきてですね、ちょくちょく使うようになりました。ニブは14金のファインでございます。
1万円の万年筆といったらこちらのセンチュリーが、定番なんですけれども、万年筆といえばこのデザインですよね。スリップシール機構っていうプラチナ万年筆独自の技術によって完全に密閉することができるので、1年以上使わずに放置していた場合でも問題なく書くことができるようになっています。自分みたいに気まぐれで万年筆を使う人にとっては本当にありがたい機能だなと思いますね。インクは色しずくのショーロを入れています。エメラルドグリーンみたいな色で、本当にいい色ですよね。こちらは自分が高校の入学祝いに買ってもらったもので、人生初の万年筆でした。万年筆ってすごく繊細なので、最初はステンレスのペン先から始めた方がいいと言われているんですけれども、自分は金から入りました。シャープペンみたいに強い筆圧で書くものではないですし、持ち方とかも自分の場合はシャープペンと違ってきたので、個人的には値段が安い鉄ペンから入るのがいいんじゃないかなと思いますね。金ペンの魅力って滑らかでありソフトな書き味なので、より書いていて楽しいんですよね。もう全然書き味が違います。で、腐食がしにくくて長く使えるっていうのも魅力ですね。値段は税込みで1万1000円となっています。今後はもっといろんな万年筆にも手を出してみたいなと思っています。最後はプリメイドペンでございます。こちらはクラウドファンディングで資金を募っていたばかりの台湾の新しいブランドですね。こちらの万年筆はいろいろとすごいので詳しく見ていこうと思います。すべてマットブラックで統一された軸なので戦闘機みたいで非常にかっこいいです。これから流行りそうなモダンなデザインの万年筆となっています。磁石で留める形のキャップなので、はめた時にカチッとすごくいい音がします。で、親指の付け根で支えるところがフラットな形状となっているので、持ってみるとしっかりと手にフィットしてくれます。特許両面ペン先という特殊なペン先となっていまして、このように裏表両方で書くことができます。線の太さが裏表で異なるので1本で2役ということになっております。クラウドファンディングをしていた時は1万3000円ぐらいだったので、これから一般に販売されるとなると、それぐらいかもうちょっと高くなるかなと思います。ただ鉄2部っていうのが本当に惜しいところでして、鉄2部の割にはちょっと高いかなと思ってしまいます。インクは先ほどのセンチュリーと同じく色しずくのショーロを入れているんですけれども、かぶっちゃうので深海を入れておけばよかったなと若干後悔しています。可動式クリップなんですよね。それもすごく嬉しいです。ということで今日は C カンパニーのルポペンケースで筆箱紹介をしてきました。4月18日までアイスくんとのコラボ企画で、ハッシュタグルポキャンペーンをやっているんですけれども、それで動画を初めて投稿するという方ももしかしたら多いと思います。どうやって撮ればいいかわからない場合は、僕の動画とか他の方の動画をぜひ参考にしていただければなと思います。ちなみに自分は今回の筆箱紹介の動画を作るのに5時間ぐらいかかりました。全部台本とか合わせて5時間ぐらいですね。長めな動画の割には制作時間は結構短く済んだかなと思います。ではまたお会いしましょう。ごじゃした。たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう一緒に。